2020年5月16日から31日までのお羊座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。5月16日から31日までのお羊座さんのリーディングを行います。まずこちらにエンペラー皇帝のカードが出ておりますけれども、このお羊座さんのカードでもありますけれども、全体的に見てご自身の本質とつながって、そして自分自身の世界を築き上げていく、そういうステップに入っている方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。その世界っていうのは、今日明日とか今年とかで終わるような世界ではなくって、もっと長い目で見ているような、中長期目線で見ているような、そういう世界観を作っていくっていう方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。それは生活で作り上げていくっていう方もいらっしゃると思いますし、あとはお仕事で作り上げていくっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらにワンドの10が出ておりまして、このカードの中では唯一ネガティブなカードなんですね。この絵にも現れてますけれども、こういろんなものが押し寄せてくるようなイメージですよね。例えば、オーバーワークで苦しんでいるとか、この昨今ですと、例えばこうテレワークとかになって楽になるかと思いきや、逆に仕事が増えてしまっているとか、そういう人もいらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけれども、そういうお仕事って、前にも申し上げたと思うんですけれども、できる人に回ってきちゃうのって世の常なんですね。ですので、それを断る勇気っていうのも持ってくださいっていうふうにも言われていますし、あと、こういうお仕事で押しつぶされそうとか、何か悩み事があって押しつぶされそうっていう時って、心も体も疲れてきてしまうんですね。それで最悪何か症状が出てきて病気という形になってしまうっていうこともありますので、そうなる前に、ぜひこの重荷は少しずつでもいいので手放していただきたいなと思います。そしてこの今回思うのは、このワンドの宙はそういう抱え込みすぎの人がいるっていうこともあると思うんですけれども、こちらに今年の主の神様が出てるんですね。この言葉の神様ですよね。信託の神様。それでこの本が積み重なっているような状態ですので、今お手持ちの本とか、何か書類とか、そういったものの中に、このあなたの世界を築いていくためのヒントっていうものがあるっていうふうに言われていると思います。この本っていうのは、これから買い足すような本とかではなくって、今ある本ですね。
その今見るからこそ、新しく気づけるようなことっていうものがありますよっていうふうに言われています。あと、こちらにカップのクイーンがありますので、このご自身の世界っていうものが、このご自身の美意識を表現できるような、そういうことをされるといいのかなっていうふうに今回思います。例えば、忙しさのバロメーターっていろいろ測れると思うんですけれども、一番わかりやすいのってこれなんですよね。忙しいと身の回りがすごく乱雑になってくるんですね。周りを片付ける余裕がなくなってくる。ですので、こういう周りを見渡して、あ、片付いていないとか、あそこきれいにしなきゃいけないってずっと思っていたのにやってないとか、そういうことがありましたら、ぜひこの何かを手放して、そのお片付けをする時間っていうものに費やしていただきたいなと思います。その先ほど申し上げた本棚もそうなんですけれども、そういうお片付けをするっていうことが、何かあなたの思考の整理にもなるし、あと、何かそこで見つけるものがあるような感じもするんですね。そしてこのカップのクイーンの感性とか美意識のエネルギーですので、そのご自身の身の回りっていうものをご自身の美意識で埋めるっていうのもこの時期おすすめかなと思います。そしてこちらに魔法使いマーリーンの魔法というカードが出ております。今回言われているのは、先ほど申し上げたような、例えば本棚にずっと眠っていたような本とか、あと、なんか忘れ去られていたような、この机の奥底に眠っていたような何かものとか、例えばこういう絵の具とか、なんかそういう何か忘れ去られていたあなたが持っているようなものっていうものが、このあなたの世界を新しく築いていくための魔法になるっていうふうに言われてると思いますね。今まで存在すら忘れていたようなものですね。そこでの気づきが、この魔法のように、とても大きなものなんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひこの時期、大掃除とかも兼ねて、何か本棚とかクローゼットとか、そういったところの整理整頓されてみたらいいんじゃないかなと思います。そしてこちらにユニコーンのカードから絶対にそれは合ってます。そうですっていうカードが出てるんですね。今までのリーディングから言うと、お誕生日ぐらいを境にして、何か新しいことを始めたりとか、このご自身の世界観っていうものを明らかにしていく、作っていくっていうような決心をされたような方がいらっしゃるのかなっていうふうに感じるんですけれども、それ合っていますよっていうふうに言われてるんですね。例えば今、時代がこういう混迷の時代になってきてますので、そこに不安を感じているような方もいらっしゃるのかもしれないですけれども、その判断間違ってませんっていうふうに言われています。今回言われているのは、ご自身がすでに持っている知識とか本とか、そういったものの中から、あなたに必要な正しい情報っていうものを得られるっていうふうに言われてますね。そして、このご自身が自分自身とつながれている時でもありますので、この必要な情報っていうものを正確にキャッチできるんですね、そういう時って。こちらにラルフ・ワルド・エマーソンの言葉が書かれてますけれども、忍耐と不屈の精神が全てを克服するっていう言葉です。この忍耐と不屈の精神っていうものは、あなたがもうすでに持っている知識とか本とかのように、もうすでに持っているものなんですね。その知識と経験を持って、あなたはこの新しい自分らしい世界を作っていく。そういうふうにも言われているのかなと思いました。それでは5月16日から31日までのお羊座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。